5月3日日曜日、買い物に行ってきたのでサクッと作り置きする。まずは豚汁の具の冷凍ストック作り。ごぼうは斜めにカット。大きくカットすると加熱調理に時間がかかったり保存容器に詰めにくくなるので小さめにカットしておく。人参も小さめに乱切り。椎茸も人参と同じ大きさになるようにカット。きのこはうまみ成分をたくさん持っているので必ず1種類は入れておきたい。カット作業が終わったら豚肉、野菜の順番に炒める。ダイエットを始めて最初に取り組んだのが自炊して食事管理をすること。まずは何をどのぐらい食べて今の私の体が作られているか知る必要がある。理論的にはカロリー制限さえすれば痩せる。でも人間の体はそんなに単純にできてないというのが私の持論。だからダイエットの一歩目は今日は何をどのぐらい食べようか考えながら自分で作ること。最初は慣れない自炊でキッチンでため息が出る日もあったけど、この積み重ねが今の自分の体を作ったと自信を持って言える。長ネギは1本分斜め切りにする。全体に火が通ったら長ネギを加えてさっと炒める。顆粒和風だしを加える。私がいつも使っているのは茅乃舎のだしパック1袋。完成したら保存容器に詰める。これで4食分の豚汁の具が出来上がり。食べるときは冷凍庫から取り出して熱湯を 150ml 注ぐ。レンジ600ワットで1分半加熱。味噌小さじ2を溶かし入れたら完成。もう一つのおすすめが鍋焼きうどん。冷凍うどんに豚汁の具、あとは熱湯とうどんだしを入れて加熱するだけ。毎日毎日完璧な食事はできない。でもこれなら野菜も取れて、卵を加えればタンパク質も取れるバランスのいい一食になる。次に5分でできる副菜3品を作る。まずは千切り器を使ってきんぴらごぼう。フライパンは洗う手間を省くために濡れたキッチンペーパーでささっと拭く。エバークックのフライパンを使い始めて約1年。油なしでも火つかないから余分な油は省けて、焦げがついても水でさっと落ちる最高のフライパン。以前は多機能スライサーを使っていたけど、千切り専用機を使ったらあっという間。効率化のために便利な道具に頼るのも継続する上で大事なポイント。強めの中火で野菜の水分を飛ばす。水分が飛んだら醤油大さじ 1.5、 甜菜糖小さじ2、白いりごま、唐辛子の輪切り6つ、
小松菜1袋を用意して4センチ幅にざく切り。ちりめんじゃこは 30g。 小松菜の青臭さを抑えるためにごま油をひいてから小松菜を炒める。しんなりしたら鶏ガラスープの素小さじ1/2、胡椒少々、ちりめんじゃこを加えて完成。調味料は少ないけどちりめんじゃこの塩味と旨味で大好きな味に。自炊を継続するコツはやる気のない日をどう乗り切るか。やる気がない日は必ず来る。だから先手を打って冷凍作り置きを用意しておく。ストックがあれば面倒な日でも罪悪感のない食事を選択できる。やる気で乗り切るのではなく仕組みで解決するのが私流のダイエット。ただ作り置きすぎにも注意。主菜も副菜も全部作ろうとすると休日があっという間に終わってしまう。おすすめは副菜だけストックすること。メインは毎日お肉か魚だけ焼けば OK。 主菜も副菜も全部まとめて作っていた時期もあったけど、食卓が全部冷凍だとなんだか味気ないなんて思う日も。その点メインだけでも出来たてがあるとそれだけで食事の満足度が上がる。ほうれん草はきれいに洗ってさっと茹でるだけ。ついつい茶色っぽくなりがちな主菜にちょこっと添えるだけで彩り豊かな一品に。白だし、鰹節を加えておひたしにするのもおすすめ。万能ほうれん草はあえて味付けせずに冷凍しておく。ここまで作れば一旦目標達成。まだ時間に余裕があるのでおにぎり用の鮭の具を作る。個人的に空前のおにぎりブームでランチはおにぎり定食が鉄板。骨抜き冷凍鮭に熱湯を注いで加熱。表面が解凍できたら皮を取っておく。中まで火が通って柔らかくなったらお湯を捨てて中火で焼き色をつける。みりん小さじ2、醤油小さじ2。鍋肌に調味料を注ぐことで照りのある焦がし醤油にする。これは確実に数日で食べきるので冷蔵保存にしておく。大きな鮭の塊がそのまま入っているのが食べ応えがあって最高。ほぼ作り置きでできた
あやはれ特製おにぎり定食の完成。あとは残った野菜をちゃちゃっと真空保存する。その間せっかくキッチンに立ってるならもう一品、ほったらかしでできる簡単トマトソースを作る。ホールトマト缶に塩小さじ1、てんさい糖小さじ1を加えてトマトの酸味を和らげる。玉ねぎ1個とニンニク2かけを用意。フードプロセッサーで粗みじん切り。オリーブオイル大さじ3。ここでオリーブオイルをケチるとなんだか味気ないトマトソースになるからたっぷり使う。黄金色になるまで炒めたらトマトを加えて、あとは弱火で煮込むだけ。時々様子を見ながらかき混ぜる。保存容器に入れたら冷凍保存。食べるときはレンジで解凍してシンプルに焼いた鶏ももにのせるだけでも美味しい。手間暇かけた料理も美味しいけど、効率よく美味しいものができたときはもっと嬉しい。また次回の動画でお会いしましょう。